もう言っちゃっていいですか、最初に。もう結論からいきましょう、じゃあ。はい。もう、世界チャンピオンが選ぶグラインダーは、もう有無を言わさず、はい。もうこれです。もうコマンダンテ。はい、どうも。コーヒーに愛された男、カスヤです。今日ははい。結論を出しました。ちょっと私最近結構家でドリップにハマってて、テツさんにいろいろ前レシピ教えてもらったあの紙レシピが、はい。あれでめちゃくちゃハマっちゃって、ちょっと最近手引きミール、コマンダンテは持ってるんですけど、他のやつもすごい興味が出て、調べてこういろいろ YouTube でも動画で見るんですけど、情報が逆に多すぎてなんか分かんなかったんで、逆にテツさんの意見聞いてみたいなって思った部分もあったんですよ。そうだよね。なんか俺もさ、最近そのキャンプやりたいなと思っていろいろ見るとさ、もうおすすめ何買えばいいんだよみたいな、はい、で同じようにグラインダーもさ、もう比べてる人いっぱいいるじゃん。そうですよね。でももう俺の結論は1個です。はい。もう言っちゃっていいですか、最初に。もう結論からいきましょう、じゃあ。はい。もう世界チャンピオンが選ぶグラインダーはもう有無を言わさず、はい、もうこれです。もうコマンダンテ。もう一択です。ああ、なるほど。はい。もう各社もちろん素晴らしいグラインダー出してるけど、結局それってコマンダンテを買わない理由をつけてるだけなんですよ。なるほど。ちょっと詳しく聞いてみたいです、それは。コマンダンテはもう性能だけで見たら1位です。もうぶっちぎりで。もうやっぱり全然違うレベルが。クリーンだし、甘さの出し方もそうだし、コーヒーを入れるっていうのにおいてこれを超えるハンドグラインダーないんですよ。ただ高い。でも そこにつけ込んでるだけだから、他のグラインダーは。なるほど。はい。やっぱ価格を下げて多少その性能差を価格で目つぶってくださいって言ってるようなもん、そういうもんなんですよこれって俺はね思う。もうだってじゃあ世界大会出る人たちがいやコマンダンテ高いから買えないんでちょっとこのグラインダーにしたんだよねなんて絶対言わないじゃん。それは聞いたことがないでしょ。いや金ないからコマンダンテは買えなくてなんて絶対言わないんです。だから金の問題がなかったらどれ選ぶっつったらみんなこれ選びますよ。そう。あんまそうですよね。タイムモアでなんかダブルグラインドとかしてる人はなんかあれはすごい特殊な例だなと思いましたけど。特殊な例ですね。はい。もうだからもう先に結論言っちゃうともうコマンダンテです。もうこれを買う。もうこれ以外ない。もう言い切りますね。はい。いやもちろん、そこにはいろいろあるよ。はい、例えばやっぱりそうは言ってもこれだって今 4,5 万するから。これで私一応買った時3万5千円ぐらいで日本のちゃんとした代理店さんから買えたんですよ。でもそれってもう5年ぐらい前の話で、やっぱ今はもう高くなってるからね。円が安いっていうのもあるかもしれないですけど、だからそういう意味では仕方ないところはあるよ。なのでお金をそこまでかけらんないよっていうんだったらもうこれで一択なんじゃないかなと思います俺。これはタイムモアの C2 ですね。はい、なんかやっぱりサイズちっちゃいから他のに比べるとね。だから1回で弾ける量とか少なくなるけど別にさ2回弾けばいいし確かに手間はかかりますけど、でもそれだけで、しかもこれちっちゃいから持ち運びはやりやすいよねきっとね。確かにとはいえコマンダンテだよいやマジでもういいグラインダーを使うのがもう一番大事です。これやっぱりなんか流度分布とかそうデータってあるんでしたっけ？取ってる会社は全部で、俺もやっぱ一緒に働いてる会社さんいろいろとあるんですけど、そういうところがやっぱコマンダンテの流度分布、タイムモアの流度分布とかってさ EK のとかさこういうのとかみんな取るんだけど、結局これが一番いいから本当に流度分布がこうなってればなってるほどいいわけではないんだけど、これが一番バランスいいです。でこれに勝るものが今のところこの世に存在しないから、だからもうこれだよ。もう結論
ちなみにこの、私的にそのマッツァーのグラインダーの老舗メーカー、これねエスプレッソグラインダーですごい有名なメーカーですけど、ね、これあれなんか哲さんそうでミラノでしたっけ、これ買ってたの。これはそうミラノで見たやつだね。あ、そうですよね。そう、はい、これねいいなって思うのはこのハンドル部分が、取り外せる。でしかもバーの大きさがコマンダンテよりちょっとでかいんですよ、この刃の大きさがね。なので引きやすいっていうのはあります。はい、でこの蓋がここにつけられて、ここに磁石が入ってるんでパンってくっつくんですよ。しかもこれで落ちない。すごいこれはいいよね。これは便利ですね、確かにそういう意味では。であとこの中にはない特徴の一つとして、ここに流度調整のメモリがついてるんですよ。最近あるね、イージープレッソだっけ。そういうのもこっち側の外側にメモリがついてるよっていう良さはあるんだけど、とはいえですよなんかしかもこれ超高い。これ5万ぐらいするから。じゃあこのコマンダントと変わんないですね。だからそんなに俺はまあっていう感じかな。なんか深掘りするまでもなく、もう哲さんの結論がパンと今出ちゃったんで、なんかだってもうテンション低いじゃん俺確かにコマンダンテですよ。でマッツァは正直ちょっとハンドグラインダーとしては微妙だったかな。本当ですか。ちょっとね。でこの4つがタイムモアなんですけど、これがタイムモアの X ってやつ。これ一番いいやつでしたっけ。そう機能は結構良くない？ここ折れるっていう。確かに持ち運びいいですね。これはマジでいいなとは思った。であとこれカバー付きのがつくとかっこいいです。外ってから外れない。そう握りやすいとか、あとこうやって持ちやすいとかっていうのもあるのかな、きっとね。これはいいよね。でもそれ2万5千円ぐらいでしたっけ。これがそうだね、2、3万するんだったかな。確かこの中では一番高い X っていうやつで、バーがタイムワーの中でいい方のやつ。多分これもそう。これが同じX っていうモデルなんだけど、こっちは X ライトってやつだね。なるほど。そうこれも高級感あっていいし、質感すごい良さそうですよね。でも俺さ、タイムワーの嫌なところ、ここの音なんですよ。音？これ。確かに。嫌じゃない？俺これすげえ嫌いなんだよね。こうなんか黒板をつけてギュッてやる感じ。確かにそうですね。金属と金属の擦れる音が気になる人はちょっと気になるかもしれない。自分は結構それ気になっちゃうタイプですね。俺も今めっちゃ鳥肌立ったの確かに。なのでこれも同じ。実際ここキュー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 なるのがちょっと嫌かな。でもね、この辺流度分布は悪くないよ、データで見ると。で味ももちろん悪くないけど、こいつには勝てない。でこれエスプレッソ用のやつもあるんだって。これ一回試してみたいですよね。今度うちのお店のエスプレッソマシンでさやってみようよ。確かに入れれますね。俺この間やってみたの実際。本当ですか。で最初どのぐらいでやるのか分かんなくて、結構細かくしたら2分ぐらい経っても出てこなかったですだからそのぐらい細かく弾けんのよ。なるほど。すごいよね。はい。というわけでもうこの辺の比較動画とかはもう他の YouTuber さんの見てください。テツさんなんか後ろ一つ忘れてません？これはまだ出すなって言われてる商品なのでそうこれコマンダンテなんだけどダメなんだってまだ。そうこれはカットした方がいいですか？いや別に持ってることを言うのはいいらしいんだけど、あんま大々的に言わないでって。問い合わせが増えると困るからって言ってた。言っちゃってますよそうだから問い合わせないでね。はい、というわけで特に暮らしとコーヒーさんの動画でめちゃくちゃうまくまとまってるのがあるんで、結構最近上がってた。そうグラインダー総選挙みたいな。俺もめっちゃ見た。ただ
俺の結論は変わんない。もうコマンダンテ一択です。はい。もう特に俺世界チャンピオンとして、特にそのブリュワーズカップ常に世界大会に出ている身として、コーチとしてね、もうやっぱりコマンダンテを超えるものは今んとこないなっていうのが結論です。もうこれは何年経っても変わらないですね。はい。よっぽど斬新な新しいすげえメーカーが、でも生まれないかな、こういうのってなかなか。EK43 がなくならないのと一緒ですよね。そう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 。あとディッピングとかさ。ディッピングとかそうですよね。やっぱりちょっとコマンダンテには勝てないんじゃないかな、どうやったって。つまり結構グラインダーの刃ってすごいノウハウがいるらしくて作るのに、でやっぱ特許取ってるメーカーとかもあるんで、コマンダンテもしかしたらそういうの持ってるかもしれないですね。だってなんでそんなにすごいの作れるのって言った時にさ、いや自分たちが必要だったからっていうその回答がもう完璧だったもんね。自分たちがそのコーヒー屋さんやってて、それを引くグラインダーがなかったから自分らで作ったって言ってて、いやそれでこの世界を取れるってやばくない？まあ確かにそうですよね。だからやっぱドイツ人だよね。品質の高さ。確かにドイツメーカーですもんね。ね、マルコニックもドイツだし、なんかドイツってすごいですよね。そう考えるとグラインダーはすごいですよね。高いけどね。高いけど。あと買えないんだよね。アマゾンとかで並行輸入品ぐらいあっても。まあね、そうですよね。なのでリンク貼っとくけど、どれを貼ればいいかもよくわかんないね、あれ。難しいですね。なんか並行輸入品って多分買った後に何かあっても自己責任でってなってしまうんで、あんまお勧めしづらいですよね。壊れることまずないけどね。確かにそれはそうですけど。はい。というわけで僕は変に比較とかしてません。もうこれ一択です。世界の最先端はもうコマンダンテ一択なので、もうこれです。はい。哲さんなんかいつかコマンダンテの製造工場行ってみたとか、ドイツまで行ってほしいですけどね。行ってこようかな。俺ね、今ドイツ人教えてんのよ。そうなんですね。ドイツのブリュワーズカップ出る人。はい。で今度行くの、ドイツ。本当ですか？連絡してみよう。コマンダンテ。これめっちゃちょっと見てみたいです。コマンダンテの。そうだね。どこまでですね、そういう結構企業秘密のところ多いと思うんですけど、どこまでね映させてくれるかわかんないけど、すごくそれ貴重な資料に。そうだね。そうですよね。じゃあ連絡してみるよ。めっちゃ個人的に見てみたいです。そうだね。行ってこよう。じゃあハンドグラインダー結論、コマンダンテ買ってください。以上です。ありがとうございました。いいっすかね。もうはいそんな感じなので高評価ボタンお願いします。じゃあグラインダーにはお金をかけましょう。以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。